マルチバース理論について一体何と思った人いませんか？この理論では異なる歴史や物理法則を持つ複数の平行宇宙が存在すると考えられています。つまり私たちが知る宇宙はたった一つの宇宙で、他にもたくさんの別の宇宙があります。これらの宇宙では選択や出来事が異なっているかもしれません。そんなことってあるの？と思ったかもしれません。この理論は量子力学や宇宙論の研究から生まれました。では、マルチバース理論の詳細を見ていきましょう。こんばんは、花です。人類はたくさんの時間をかけて物質の中身を調べてきました。物質を小さく分解してみると、何でできているのか気になるはずです。皆さんも気になっているでしょう。19世紀には私たちの身の回りの物質は小さなボールのような原子からできていることが分かりました。20世紀になってその原子の中に電子や陽子、そして中性子が入っていることが分かりました。さらに20世紀の後半になると陽子や中性子はもっと小さなパーツでできていることが分かりました。それがクォークと言われるもの。次第に小さい世界を見ていくといろんな物質や力があることが分かってきたのです。そしてそれを説明するための標準模型という考え方があります。これによって身の回りの物質や現象がどんな風にできているかが判明。しかしまだわからないこともあります。例えば、なぜいくつかの素粒子は質量が大きいのか。また、なぜ素粒子がちょうど3つずつのグループになっているのかです。そして標準模型では説明できないこともあります。それは科学者たちにとっても謎のまま。科学は進歩しているため、将来的に謎が解明されるかもしれません。例えば、素粒子にはそれぞれ質量がありますが、なぜその値になっているのかは分かっていません。これらの質量は現在の理論から導くことができないのです。残念ながら。同じく他のパラメーターも実験的には分かっていますが、理論的には説明できません。科学者たちはこれらの謎について考えていますが、まだ全部が解ける理論は見つかっていません。これまでに分かったことでもまだまだ謎はたくさんあります。もっとそんな謎について調べてみたいですか？今、私たちの身の回りの物質や現象の多くは標準模型の素粒子でできています。しかし、宇宙の全エネルギーの 5% しか占めていません。では、残りの 95% は何でしょうか？残りの 95% のうち 27% がダークマターと呼ばれる見えない謎の物質で、68% がダークエネルギーと呼ばれる宇宙を広げる不思議なエネルギーだと考えられています。なんだかたくさんの謎がありますね。これにもまだ何か謎があるかもしれません。簡単に言うと、ダークエネルギーの割合が小さすぎるんです。もう少し詳しく説明しましょう。普通の物質とダークマターはどちらも物質なので、物質のエネルギーと考えられます。一方でダークエネルギーは物質を取り除いた後の空間のエネルギーです。この空間のエネルギーには2つの不思議な点があります。まず、観測された空間のエネルギー密度が理論的に自然だと考えられる大きさよりもはるかに小さいことが問題です。空間のエネルギーの密度は現在の理論から正確に計算することはできません。しかし、どのくらいの大きさが自然かをある程度予測することができます。しかし、実際に観測される空間のエネルギー密度の値が理想的な値と比べると120桁も小さいことが分かっています。自然な値と比べて120桁も小さいっていうのはとても大きな差です。これは理論物理学史上最も外れた予想だと言われています。もう一つの不思議な点は空間のエネルギー密度が物質のエネルギー密度とあまりにも近いことです。宇宙は約 30% が物質のエネルギーで、残りの 70% が空間のエネルギーでできています。しかし、これが不思議なのは、自然な値からは120桁も小さいのに、その値がなぜか物質のエネルギー密度とあまり変わらないことです。これは全く関係ないはずの2つの値が120桁もの精度で一致しているということです。
考えてみても120桁もの数字がほぼ一致する確率はとても低いです。それほど奇跡的なことなんです。宇宙のエネルギーは物質のエネルギーと空間のエネルギーに分かれていて、その割合が驚くほどに近いことが指摘されています。物質のエネルギーと空間のエネルギーがそれぞれ約 30% と 70% であるということは、通常の期待値とは大幅に異なります。一般的にこのような2つの値があまり関連性を持たずに現れることが期待されますが、実際にはこれらの値が120桁もの精度で一致するという事実に驚きです。120桁もの数字が一致する確率は極めて低く、そのようなことが起こるのは奇跡的です。これは宇宙のエネルギー構成が偶然ではなく、何らかの理由や仕組みによってバランスが取られている可能性を表しています。例えば地球上では太陽と月が同じぐらいの大きさに見えることで、皆既日食や近間日食という現象が起こります。でも実際にはその大きさはほんのわずかに違います。もし120桁もの数字が一致したら、それは偶然ではないと言えます。また120桁も数字が一致するのは何か特別な理由があるかもしれません。しかし、なぜ空間のエネルギーが自然な値から120桁も小さくなり、その値が物質のエネルギーとほぼ同じになるのか分かっていません。何か理由がありそうなのに、なぜなのか謎です。そう思いませんでしたか？現代の物理学では、量子力学という素粒子の世界を説明する理論と、相対性理論という時空の歪みを説明する理論という2つの柱があります。これらの理論はいくつかの点で一致していないため、物理学者たちは何か欠陥があるのではないかと考えています。例えば、素粒子の世界を計算する場合は量子力学を、天体などの大きな宇宙の世界を計算する場合は相対性理論を使ってきました。場合によって使い分けることで何かと問題を解決してきたのです。つまり、現代物理学ではこれらの問題を解決できないまま一時的な修正で進んできたため、空間のエネルギーを説明するには重大な問題がある可能性がありました。空間のエネルギーが予想よりも小さすぎることもこの問題の一部かもしれませんね。しかし、これまでに話した標準模型の謎も空間のエネルギーの謎も探求していくと、さらなる謎が浮かび上がってきました。さらなる謎、一体何なのか気になりませんか？それはこれらの値があまりにもうまく合っていることです。標準模型に含まれる粒子はいろんな形で組み合わさって原子核を作ります。そのおかげでたくさんの異なる原子がこの宇宙に存在します。これらの原子はビッグバンの時や核反応で作られます。よく見てみますと、これらの粒子の性質はちょっとしたバランスに依存。つまり、これらの粒子や理論から導けないパラメーターがちょうどいいバランスで揃っていますね。なぜその値になるのかはわからないけど、実験でその値は分かっています。標準模型のパラメーターをちょっと変えるだけで原子核が作られなくなっちゃいます。例えば、ヒッグスの質量を変えると、水素原子以外の原子核が作れなくなります。そのパラメーターが少しでも違うと、宇宙には複雑なものが生まれないし、生命も生まれません。水素だけじゃなくて、他の原子が作れなくなるのは不思議ですね。他にも標準模型のパラメーターはたくさんありますが、今のような宇宙ができるためには、その範囲が狭すぎます。意味のある構造を持つ宇宙ができるには、ちょうどいいパラメーターの値が揃わないとダメです。素粒子の性質などは奇跡的すぎますね。もし、この素粒子のパラメーターが偶然に決まったものなのだとしたら、まるで素粒子の性質が生命に都合のいいように設定されているように感じます。そして、これに似たようなことが空間のエネルギーに対しても起こっています。先に説明したように、空間のエネルギー密度は自然な値と比べると、なぜか120桁も小さい値となっており、さらにこの値が物質のエネルギー密度と倍程度しか変わらないほど近い値をとっています。そういう話なんです。その一つ目は、この世界には創造主が存在するということだそうです。実際、創造主が宇宙を作ったのではないという考えもあります。そのため、この宇宙には何らかの創造上の存在があり、
人間にとって都合のいい世界が用意されている可能性もあるかもしれません。例えば多くの人が信仰する神と呼ばれる存在かもしれませんし、何らかの知的生命体が人間のために作った世界なのかもしれません。その正体はわからないかもしれませんが、そう考えればこの宇宙の説明がつくからなのです。ただ神が存在するという前提で話を進めてしまうと、この世界は何でもありの世界になってしまう可能性もあります。そのため科学の分野では神の存在を抜きにして自然を理解していくべきだと考えられています。そう考えるともう一つの有力な仮説が浮かび上がってきました。その2つ目の仮説は、宇宙は一つだけではなく無数に存在しているというものです。これは16世紀から17世紀にかけての話です。それはペルニクスの原理と呼ばれるもので、人類や地球は宇宙の中で特別な存在ではないという考え方のことです。私たちの住む地球の環境は絶妙なバランスの上で成り立っています。例えば太陽の大きさや太陽と地球の距離、地球の質量などあらゆるものが生命誕生のための奇跡的な条件を満たしています。そのような条件が揃っていると、私たちの地球が生命誕生に適していることがわかります。仮に太陽の大きさが異なれば、地球上の液体の水は存在できなかったかもしれません。液体の水が存在できるように太陽までの距離をどう調節しても生命の誕生は難しかったでしょうと言われています。地球が太陽から十分遠い位置にあり、適切な大きさの太陽に囲まれていることによって地球表面の液体の水が存在。それが生命の発展に不可欠であるとされているからです。また水は生命の基本的な要素であり、地球上の多くの生命体がその存在に依存しています。それは結果的な話なんじゃないかと思う人もいるかもしれません。他にも地球には水がたくさんあるから、私たちは水が必要な生き物として生まれてきただけで、仮に水がない惑星があったとしても、そこには水が必要としない生命が生まれるだけかもしれません。その可能性は否定できません。実際水の代わりに液体メタンを利用する生物がいるかもしれません。生命活動における化学反応のためには常温で液体の物質が必要不可欠です。水はそういった液体の中で特別な性質をいくつも兼ね備えています。今回はマルチバース理論について少しお話ししてきました。この理論は私たちが普段考える宇宙とは異なるものを想像させます。異なる歴史や物理法則を持つ複数の平行宇宙が存在するという考え方です。私たちの宇宙がたった一つの選択肢ではなく、無限の可能性を持つマルチバースの一部であるというアイデアは、私たちの宇宙観を拡大し、新たな視点を与えてくれます。今後謎が深まれば、さらに関心深いことがわかるかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは宇宙や科学の神秘をお届けしていきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。またあなたの思ったことや最新情報をコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。